はい、始まりました。今日はカジュアルですかね。カジュアルですよね。はい。大丈夫ですか？対戦動画で、はい。一回もう公開してまして、はい。回るところは見た方いらっしゃるかもしれないんですが、だいぶ見にくかったかもしれませんが。見にくかったかもしれませんが、乱伐者ボニーポールになります。しれっと到達持ってるおじさん、あ、そこやばいです。到達持ってます。到達かーって何回も言われました。まず能力説明させていただきますと、シミック6マナの6号の到達です。はい。で、場に出た時、ポーっていう伝説の土地土地のトークンが出ます。で、あなたが攻撃するたび、これはこいつじゃなくてもいいです。攻撃するたび、カード1枚引いて、その後土地を出していいということで、螺旋ができますね。で、しかもその土地が、墓地から螺旋してもいいっていう。ここがだいぶ重要なんですね。ポイントとしてはね、重要です。はい。だから、まずフェッチを入れていただいて、それがいいと思います。なぜかフェッチを毎ターン使えるというよくわからない現象が起きます。起きます。はい。で、基本的には、まず、これ6マナのクリーチャーなんで、まず、ランパンですね。ランパンをしていきます。はい、基本的にはランパン、そんなにこだわんなくても、安いのであれば、マックス入れるぐらいの、大体入れていただいて、いわゆる僕の理論でいうとこの16枚ぐらい入れていただければ回ると思いますので、入ってます。もうとにかくランパンして困ること一切ありませんので、はい。確かにね。はい。まずランパンして困ることがない構成なので、ランパンは入れてください。結構。はい。マナクリーチャーとかはあんまり対応しない感じですか？まあ入れてもいいですし、入れなくてもいいですし、それ結構適当で大丈夫だと思います。はい。そんなにこだわりはない。そんなにこだわりないですね。とにかくランパンしてこいつを出せれば、なんとか回りますんで。あと次は並べていくクリーチャーなんですけども、まあ中ぐらいのファッティ、ある程度いた方がいいじゃないですか。ボニーポールよりも前に出すやつ。前に出すやつですね。前に出しておくと、殴った時に螺旋が油圧するんで、できれば4マーとか5マーとかで、もちろん3マーとかでもいいですけども、殴れるやつ入れといたらいいかなっていう感じで、例えば軽い方からいきましょうか。4マーとかで言いますと、巨体の猛竜っていう、こいつがかなり相性が良くてですね、最近のイクサランのカードなんですが、4マナ53で5法2で、あなたの戦闘メインフェーズの開始時に2マナを加える。緑2マナ。これ何がいいかって言いますと、4マナで出して、強さに2マナ加えられる。出せるじゃんと。で、殴っていけちゃう。相性抜群です。しかも5法もついてるからなかなかそのムーブに差し込まれにくいと。にくいです。なんで、かなり出しやすいです。で、4マナで優秀なので言いますと、狩猟の闘争者スーラク。これも4マナ54で、8以上合計コントロールしてると速攻を持たせることができると。まあ速攻付与できるっていうのがかなり良くてですね、これなんとですね、こいつを出てる状態で、ボニーポール出すとパワーは絶対8以上いくじゃん。もうポーをカウントしなくてもいくと。もういきます。絶対いくんで、一応速攻1体持たせられるっていう能力が、ポーがいきなり殴って決まる盤面っていうのがあるかもしれないんで、かなり優秀だと思います。で、あと、例えば、他にもいるんですが、性別されたスフィンクスとか、これいいですよね。あと、タケリクルーベイロスとか。これはランプデッキなんで土地もたくさん入ってるから。上陸するとトークン出すみたいな。だいぶ強いぞ。だって毎ターン出てくるからね。毎ターン出てきますからね。土地結構入ってるんで、工作とか打って、上陸するシナジーがあるやつを結構入れてもいいかもしれませんね。あと、他に言いますと、なんかちょっと、アンアッキのしもべっていう初めて聞いたカードがあるんですけども、これはシミック5マナで44です。で、他のあなたがコントロールしている緑のクリーチャーが11修正。で、青のクリーチャーが11修正。ということになります。で、2に上がるやつもいれば、11上がったりするやつもいて、で、重要なポイントがもう1個ありまして、各プレイヤーのアンタップステップに、あなたがコントロールしている緑や青であるクリーチャーをアンタップすると。つまり、疑似警戒ですよね。まあそうですね。そうですよね。しかもマナクリだったら、そのマナ起こしちゃったりとか、もうしますね。まあ指針みたいな動きをするんですけど、これはカジュアルだと何が優秀かって言いますと、もう殴って、まあフルパンいくじゃないですか。全部起こせちゃうっていう。これ結構優秀ですよね、これ。結構優秀です。ブロッカーの心配しなくていいっていう。そうですよね。ましてや、ボニーポールが到達持っちゃってるから。なかなか突破できないです。突破できない。6号の到達突破できる人ってなかなかいないですからね。あとは例えば、最新の成長、オヘルカスレムっていう、こいつかなり強いですよね。強いよね、それね。5マナの6号の緑のクリーチャーでしてトランプル持ってまして、ダメージを与えるとその与えた数分ライブラリーめくって
で土地最大1枚クリーチャー最大1枚戦場に出していいと、で残りをライブラリの下で死亡したら土地になるっていうで帰ってきちゃうっていう能力ついてるんですけど、まあお気づきだと思いますが、当然これランプデッキなんで、ランプデッキなんで、はい、でっかいパーマネント、でっかいパーマネント入ってます、入ってます、はい、出しちゃうっていうもうランプデッキなんでね、そうね、はい、もうとにかく中ぐらいパッティ出して工作打って、でランプして、まずポニーボールを出しますと、それで殴っていきます、螺旋誘発します、そうすると墓地にあるフェッジが場に出て1枚引いて、さらにまた土地出してよくて危ないフェッジ出してるかで、そのターンは土地出していいですからね、引いた土地は出してよくて、引かなかった土地は墓地から出せるっていう、これやばいです。どんどんランプしてきます、でその結果何が行われるかと言いますと、ファッティを叩きつけるというお家芸のようなことをするわけですね。ことになるんですけども、例えばファッティで言いますとコーマとか、コーマは、毎ターン海蛇が出てくるっていう、相手のターンに、これやばいです。しかも打ち消されません、ネザール、これはご存知かもしれませんが打ち消されません、でクリーチャーでない呪文を対戦では唱えると、ドローできちゃうっていうバケモンでジンギタ、これは10マーですが、手札なくなるっていう相手ので自分はセブンドできるっていう10マー出せちゃう、10マー出せちゃう、やばいですね出しできちゃうでもう1個のジンギタちゃん、こっちは神川の方ですね、神川の方は1回オートカウンターして自分のは倍だと、自分のコピーできちゃうという、大変ですでもそういうなんかでかい呪文が打てちゃいます、楽しいじゃないですかでかい呪文打てるのそらね、であとでかい呪文で面白いので言いますと、アミナトゥの占い、これは8マナのソーサリーでして、デッキトップ8枚めくります、で各種類ですよね、1個ずつそれを唱えてもいい、まこそ知らないことなく、やばくないですかなんだろう、入ってる呪文がバケモンみたいな大きい呪文ばっかり入ってるから当たりが数枚あっただけですごいバリューになる。やばいでエント最後のシング、でかいの打っちゃって、これもやばいね、678出てきちゃうから、これ打ち消されません、この呪文8マナで、ソーサリーで、でタフネスの最大値の数、基本的にはほぼ参照するんですよね、そうほぼほぼ参照、8とかだったら8枚引いて、あと手札にある望む数のクリーチャーを戦場に出すなんかだから今言ったやつが、今言ったようなやつらが出てきちゃうと、やばいっすね、壊滅的な盤面ですよでそんな感じで楽しいじゃないですかっていう感じになるんですが、あと例えばどんなカードが入るかって言いますと、ブリンクするカード、これがちょっと何枚か5、6枚入ってもいいんじゃないかと思うんですけども、一番有用なので言いますと、本質の変転っていう1枚でブリンクするカードがインスタントであります、これ何かって言いますと、例えば大体やられるのはどっちでもいいんですが、流れちゃうと再キャストすればいいと、でポーがやられてる場合はボニーポールをブリンクするとポー出てくると、なぜかね、急になんか何もいない盤面でポー出てきてブロックしますみたいな使い方もできますし、あと一応守るカードとしても使えますよね。で一応ラスのケアで使えるカードとしましてはテフェリーの時間改変というカードがあるんですけども、これは2マナのインスタントで、これはエンド時に帰ってくるというのが1枚だけあります。それだと一応ブリンクしてる感じになりますよね。でブリンクして2体とも帰ってくる。であと幻影の像が一応ブリンクしてるのと同じ扱いすぐに幻影の像はお亡くなりになると、お亡くなりますが、トークンだけ置いていくと、トークンだけ置いていきます。幻影の像系は結構自分のクリーチャーをコピーするの意外と伝説は少なかったりするんで、自分のをコピーして良かったりする盤面も結構あります。であとはパー3章ですかね。パー3章はパー3章というのは土地の枚数3章ですね。土地の枚数3章、お決まりのカード言いますと野生型の期間、これはパー3章ドローインスタントでいけるという、これかなりいいですね。で生命の遺産、これ2マナのパー3章ドロー、これポーサクって、ブリンクすればいいじゃんっていうその中にブリンクあるでしょっていう感じになりますよね。であとフィニッシュカードとして圧倒する暴走、圧倒する暴走はパワー修正、最大パワー修正になるんで、全体にポーの土地の数分修正になりますね土地の数分全体が修正するっていうことになりますんで、結構フィニッシュカードとしては有用になりますよね。であと何枚か、そろそろ面白カードの紹介入ってもよろしいですかね。まずガラクの放棄、
はい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 。これがめちゃめちゃ強く使えるということで、はいはい。サンマーのエンチャントなんですけども、はい。場に出た時パワー4以上コントロールしてるとワンドロー、はい、でパワー4以上が出るたびにワンドローでトランプルを持つ、トランプルを全部持つんですよね。そうですね。なんでまず、トランプル持ったら、はい、ファッティが、はい、もう終わるじゃんっていうことになります、はい、でさらになんとポーとボニーポールこれが出てる状態で出すと、もう流されましたと。で再キャストすると2度ついてきちゃうっていうあれみたいなそうね、かなり強いですよね。ガラクの放置がかなり強く使えるということで、はい、あともう1枚ぐらい紹介しようかなと思ってるんですが、カマールのドルイド的制約っていう、ドミナリアの伝説の総配ですね。いいじゃんということで、あんま聞いたことない方いるかもしれないんですが、はい、2マナの X の伝説の総裁です。伝説2体いますんでいけるだろうということで、まず X 枚見ます。でその中から望む数の土地や伝説のパーマネントを場に出していい。なんで外れることもあるんですが、めっちゃランパン、もうほぼ土地倍ぐらいの感じになる上に、さらになんか伝説のパーマネント、コーマとか、何体かいれば場に出せちゃう感じになるんです。でそれこの間外れたんですがあ、外れたじゃんっていうので、あの字も弱くねみたいなことになってるんですけど土地めくれるはずなんですけどね、ランプのつもりだったんですが、その代わりに期限の波打った方がいい可能性もあるんですが、こっちの方がいいよね普通にこっちはその X 枚めくって X 以下のパーマネントを出せるっていう、その方がいいんじゃないかっていう、これ、ね、X6 ぐらいで打ったらやばいっすよね。大体出てくるでしょ大体出てくるっていう、そんな感じになりますかね、このデッキの構成は。はい、かなりデッキ構築としては楽しそうだと思うんですが、ポイントとしてはですね、はい、ボニーポールがね、結局ガンガン土地伸ばしていくから、ボニーポールを止めようと思っても、除去してもいくらでも帰ってきちゃう。そうなんですよ。でじゃあでかいポーの方をどうにかしたらいいじゃんって、ポーを処理するとなんかブリンクしてやっぱり出てくるそうなんですよ。でじゃあボニーポールになんか無力化系エンチャントとか貼って動けなくしたらいいじゃんと思ったら、やっぱりブリンクして外されるというところなんですね。そうなんですね、はい、だいぶヘイトもこいつやられたことないですし、ランプしてるだけだから、まあいいか、でかいとこ出てるだけだって結構思われがちなんですが、意外と何回も出てくると最後の方あれどうしようかなってなるんで言うてアドバンテージも取ってるしね、あとポイントとしては回しやすいです、もし始めたての方で、安く組めますし、やったことない方でも回すのは結構簡単なので、結構おすすめではあるかもしれません。基本ゲームプランがマナ伸ばします、パッティ叩きつけます、以上って書いてあるんでもしよかったらねやってみてくださいという感じになります。高評価100いきましたら、リスト公開して一人回しデッキちょっとリスト解説するのはちょっと大変だったんで、一人回し見せるっていう解説する能力が少々解説する能力がなかったんで、であとは対戦動画見ていただければ回ってるところはっていうのは確認していただけるようにはなっております。はい、よかったら見てください。でチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。今回の動画は以上になります。おしまい。